こんにちは、旅Qです。今日紹介するのはこれ、ワークマンの X シェルター断熱イージスプレミアム防水防寒スーツ。これね、すごいよ。久しぶりにワークマンで買った商品のヒット商品です。この商品2024年の新作として出てきまして、何を今更と思われるかもしれないけど、それはねちょっといくつか理由があって、まず一つはこの商品すぐ完売しちゃったんですよ。予約をして、ワークマンの場合は店頭で取りに行くんですけど、店頭を取りに行った時にはもう店頭在庫即完売しましたっていうので、要はレビューしてもね買えない状態になっていたんですよ。なんかじゃあ急いでレビューするのもなんだかなという気持ちになっちゃったのと、旅Qの持論で防水と防寒は実際に雨降ってる時や寒い時に試してみないと、それっぽい環境を再現しただけだと実際使ってみたら全然違うってことが起きがちなので、急いでレビューするよりもいろんな状況でちゃんと試してみて、そして2025年シーズンに買う人向けにレビューしようと思ったんですね。結論、さっきも言ったけれどもめちゃくちゃいい。これはねワークマンのバイク用商品過去最高ですよ。進化してるからどんどん良くなっているっていう、そういう意味での過去最高だけではなく、相対的に見てこれはねちょっと今までにはなかったレベルの商品です。ただね、これ手放しで褒められる商品かというとそうではなくて、課題も結構あるので、合う人には合う、あるいはその合うシチュエーションには合うけど合わないシチュエーションには合わない、割と癖のある商品になっています。ワークマンの開発部門の人にこれは直してほしいというところがちょいちょいあるので、そこについても紹介します。凍ってますね。旅Qはこの GSX-A725 に乗り始めた最初のシーズンこそワークマンのイージス使ってましたけれども、その後にコミネのウェアを着てからはもうねワークマンのイージス着ることなかったです。なぜならコミネの方が圧倒的に良かったから。着やすいしあったかいし、値段は3倍ぐらいするけど、その3倍のお金払って1回いい商品手に入れてしまったらワークマンのウェア着ることなかったわけですよ。ところが今シーズンに関して言えば9割方これ着てます。で残り串谷を着ることが多いかな。コンセプトは着る断熱材ということなんだけど、まさにね言えてる。で今こんな周り雪がねしっかり残ってる状態で、こっから先はもう路面がね凍っちゃってるんですよ。できるだけ寒いところまで来てるんだけど全然寒くないです。で最初にいいところ紹介して、でその後良くないところ、改良してほしいところ紹介します。X シェルターのいいところ第5位、耐水性が素晴らしいの。耐水性といえばワークマン VS ゲリラ豪雨でワークマン敗北したわけですが、前回一番浸水していたファスナー部分はまずマジックテープの裏に第1弾のガードがあり、でその中が止水ファスナーにありました。そしてその止水ファスナーを越えた先にもまたもう一層トラップがある。1段2段3段4段、40号水だったおかげでテック BJ で平戸から帰った時も平戸から唐津まで何時間も雨に降られたけれども一滴も浸水しなかった。この中に入れたものは水浸しでしたけどね。内ポケットがあるので防水が欲しいものはこの中に入れておけば安心。それからこれ止水ファスナーのはずなのに止水ファスナーとは思えないぐらい動きが滑らかなんですよ。以前のレインコートで課題だった首の後ろの高さも確保されているし、腕も二重構造になってグローブの隙間から水が入ってこない仕組みになってる。雨の日に防寒具着てこの上からレインコートまで羽織ったらとんでもないことになるんだけど、 X シェルターなら大丈夫。 X シェルターのいいところ第4位、バイク用に考えられた作りになっている。トップスの方もパンツの方もポケットにファスナーがついてます。ここね物を入れてる時にバイクだと結構いろんな格好をしてついポケットに入ってるものを落としてしまうみたいなことがあるんだけど、ファスナーがついていると安心。これまたマジックテープとかじゃないのがいいよね。マジックテープだと静かにしたいところでもビリビリビリとかって音がするのが、ファスナーだったら開けておけばいいのですごく使い勝手がいい。そしてイージス定番の裾を縮める機能や隙間風が入りやすい顎の部分も上まで上げて、そしてここ横ボタンで閉じることができるようになってます。これでフルフェイスをかぶると
顎からの隙間風も最小限に抑えることができます。顎の部分も柔らかいので、こういう高いやつは邪魔だったりするんだけど、ファスナーを開けておくと横が垂れて首元が窮屈になりません。あ、そう忘れてました。これね、フードを外せるんですよ。これも便利ですよね。やっぱりバイクに乗ってる時ってフードを外したいってこと多いじゃないですか。ファスナーには紐がついているので、グローブをつけている時でも開け閉めがしやすい。さらに一番下の部分でも紐で締めることができるようになっているので、二重で風よけをして、お腹周りから上に冷気が入ってくるのを抑制することができるようになっている。パンツの部分も太めの紐でしっかり締め上げることができます。これ紐が太いので窮屈感がなくていいですね。もちろん足の部分も締めることができるので、ブーツからの隙間風も防ぐことができます。第3位は寒くないこと。ちゃんと寒くないんですよ。今までのワークマンのシリーズの中で言えばダントツで寒くない。暖かいかというと、実はね、そうではなくて、断熱っていうのがすごくピタッとくるんですよ。で、来た瞬間むしろちょっとヒヤッとして、あれこれなんかすごい触れ込みで売ってる割には着てみたら全然暖かくないじゃん、騙されたと思ったんですよね。ワークマン、やっぱりワークマンか、安かろう悪かろう、まあこの値段にしてはいいのみたいな、そんな風に思ってたんだけれどもね、そっから外に出たら、あれ今日意外と暖かいじゃんと思っちゃったんだよね。なんだ、全然この防寒ウェア試すような気温じゃないよねと思って温度計見たら5度やったみたいだね。ちょっと脱いでみたらめちゃくちゃ寒かったんだよね。部屋の中の温度そのまんま持ってきた感じで、温度変化を感じないの。この感覚はね、今までなかった。暖かい防寒具っていうのは着た瞬間暖かいし、寒い防寒具っていうのはやっぱり外に行ったら寒いっていうのが当然のことにあったんだけれども、暖かさで言うとコミネやクシタイの方が暖かいです。でもこの下界と隔てるという感じはこの商品特有で、他では感じたことがないですね。なんとも不思議な体験をさせてもらいました。エックスシェルターいいところ2番目、価格の安さ。そう上下で1万円、やっぱり安い。でここでね、一つ注意してほしいのは2位なんですよ。で今までのワークマンの商品って魅力の1位はこんなに安いのにこの性能っていうのがポイントだったんだけれども、この商品安さだけじゃないの。で安さだけだったら旅級これ普段着しませんよ。コミネも持ってるし、クシタニも持ってるんだもん。でそっちの方があったかいもん。これから言うデメリットもないですよ。それでもエックスシェルターを選んでしまうのは第1位の魅力がめちゃくちゃでかい。エックスシェルターの魅力第1位は着心地がいい。これがね、ダントツでいいの。もうね、他のウェアと比べるとかそんなレベルじゃなくて、すごく着やすいの。まず第一に軽い。着た瞬間に重さを感じない。本当にこれで大丈夫っていうぐらい軽くて、この軽さがね、やっぱり着ようと思った時の抵抗のなさになるんだよね。どれしようかなと思ってバイク用のウェアを持つと、重たいな、じゃあちょっと近場だから今日はワークマンにするかって言って毎回ワークマンを選んでしまう。要は遠出するとね、1回の距離が長い時はじゃあ今日はしっかりとクシタニにしようかな、コミネにしようかなとかって思うんだけれども、でも近くにご飯買いに行くとか買い物に行く程度だったら、じゃあさっと着れるエックスシェルターって選んじゃうんだよね。というので結局ね、毎日選ぶのがエックスシェルターになるの。それから生地も柔らかくて、このまんま普通に行動できちゃうんですよ。このウェアだったらなんならこれを着てラジオ体操だってできてしまうぐらいすごい柔らかい。旅機は比較のために普通のイージスも購入しました。いわゆる愛嬌ブラックですね。でワークマンさんと愛嬌さんなんかいろいろあったみたいで、もうアンバサダー降りるということで、次のモデルから愛嬌ブラックって呼ばれないっぽいけど、あれを買ってみて両者比べると圧倒的にエックスシェルターがいい。着心地の良さが断然違う。それから着た瞬間にあったかい感じを受けなかったっていう話を言ったじゃないですか。言い換えると熱くなりすぎないんですよ。バイクって取り回しをしている時とか結構体温まることあるじゃないですか。あちーって汗かいて、で走り始めたら走行風が吹かれて、うわ寒ーってなるっていうパターンがあるけれども、
この X シェルターは不思議とある程度以上あったかい状態になっても暑いって感じないんだよね。でほどほどの温度帯にとどまってくれるの。これはね謎、本当に謎。なんでこんなことができるんだろうね。不思議で仕方がないよ。それもあってね、旅休結構ね、家に帰ってきてもこの X シェルター抜かずに来たまんまっていうことがあるのよね。で普通のバイクウェアだったらもう家に着いた瞬間重たいし動きにくいし暑いし、もうすぐに脱ぎたい、一刻も早く脱ぎたいってなるのがこの X シェルターね、それが起きないの。こっちがイージスの X シェルターではない愛嬌ブラックの方です。金額は X シェルターの半額で、基本的な作りはこれをベースに X シェルターを作ったんじゃないかと思うぐらい同じ。前立ての感じやポケットのファスナーとか絞り込みの形ほぼ同じで、外見だけなら差し色があるかないか色違いモデルかなと思うぐらい一緒だけど、着たら全然違う。まずはもう着た瞬間ね、あったかいって感じるのはこの X シェルターではない方ね。部屋の中で着た瞬間はあったかいと思うんだけれども、で外に行くと寒い。防寒性能はバイク専用品に劣る。でもちろん X シェルターと比べても中ではあったかいけど、外に行った時の寒さはかなり違う。それからね、生地が硬いんですよ。でこのね X シェルターだったらパタンと倒れてくれて邪魔にならなかったんだけれども、この愛嬌ブラックの方は手を離すと上がってきちゃって、ご飯とか食べようと思った時に当たる、でね、生地が突っ張るの。もうこれ以上動かそうとすると後ろがね、分かります？引っかかって突っ張るんですよね。もうねちょっと熱くなってきた。これはね価格が安いから許される商品であって、X シェルターとは似てて別物。それに関連してもう1点いいところがありまして、生地がだいぶ薄いので中に着込むこともできます。なのでテック BJ の時は中にコミナの電熱ウェアを着ていって、防寒自体は最強クラスではないけど、そうやって中にいろいろ着込むことで防寒を最強まで持っていくことができる。中にいっぱい着ても動きづらくならないのよね。中にねすごい空間が空いてる感じになってるのね。ちょっと独特です。そして見た目的にいかにもバイクウェアという感じをしていないので、バイクと何か別の行動を混ぜたいという時にすごく便利がいいんですよ。テック BJ の時も西鉄久留米駅まで電車に乗って移動しないといけなかったから、その時にちょっとバイク用ウェアでね行きたくなかったんだけど、それがこのワークマンだったら、なんであの人バイクウェアで電車乗ってんの、もしかして事故って帰る瞬間ブクスクスみたいなことにならないの。ワークマン来てんだみたいな感じでね終わる格好なのもいいねということで、普段使いすごいしやすいのよ。というのがね、ここまでが褒めちぎりシーンですね。でここから先ワークマンのエクステルターいまいちだった部分も紹介します。プロテクターがついてないしつけられない。このイージスって一応バイク用で売ってる商品じゃないですか。それがプロテクターついてないっていうのはまあ残念かなと。でプロテクターねつけちゃうとバイク以外に売れなくなるから、それはちょっと大げさだよねってなるんだったら、プロテクター用のポケットはつけておいてほしかったな。ワークマンって今までそういう商品結構出してきたじゃないですか。プロテクターのポケットついてるやつね。でも今回はそれ全然ついてないんですよね。インナープロテクターで対応してくれというようなスタンスになってます。そのおかげで動きやすさ実現してるのもあるんだけど、やっぱりバイク用として見た場合にこの X シェルターの素材の可能性をめちゃくちゃ感じるから、だったらプロテクターつけれるバージョンも出てほしいなと思うわけですよ。第2にあったかさで言うとトップクラスではない。理由は2つあって、素材自体はまず発熱しない断熱素材だからっていうのはあると思います。やっぱり旅級の持ってるクシタネとかコミネのやつは中にダウンが入っていて、そこが発熱するので着ていて暖かさは断然違います。特に長時間乗ってるとその差がじわじわ効いてきて、X シェルターはじわーっとだんだん心もとない寒さになってくるんですよね。うわ寒いとはならないんだけど、でもなんか心もとない寒さだなって感じがする。その素材の問題よりも気になるのは条件によって隙間風が入ってくるので、今は全然大丈夫なんだけど、これが時速60キロを超えてきたぐらいでね気になるのね。ここからね寒いなと思って
で後でやっぱり見てみたら、ちょうどここのところに縫い目があるんですよね。でこのお腹のところとかね、でここに縫い目があって、そこが走行風を受けて、その小さな穴から冷たい風がシューッと少しずつ入ってくるの。大した風ではないんだけれど、それがスピードが上がってくると大した風になってきて、で寒くなるのね。ということもあって、旅機はね、これは高速とかには乗る気はしないですね。今日みたいに株とかジスペケ組んで近場を走るとかだったらいいんだけれども、ちょっと遠くまでビューンとペースのいいところを走ろうと思ったら寒くなるので、もうこれ選べない。Xシェルターイージスの良くないところ、尻がすごい滑る。ワークマンの商品、尻滑るやつ多いんだけど、この素材は特に滑るね。ツルッツルしてる。でこれ何が困るかって、またこのジスペケ君いいんですよ。なぜならこうニーグリップできるからね。多少尻が滑っても車体を安定させることができるんだけど、スクーターとかカブに乗るとこれがね、ツルツル滑ってずっと落ち着かないんだよ。ちょっと怖いぐらい。Xシェルターがスピードを出すと隙間風が入ってくるっていうので、やっぱりターゲットは基本原付のスクーターとかメインで売ろうとしてるんだと思うんだけど、その時にこの尻が滑るのと合わさって、スピードを出すにもスピードを出さないにも、どちらにもね、なんかいまいちもやっとが出てきてしまう。近場はいいけど遠出で着ていこうという気持ちにならない。そこはね、改善してほしい。もちろんね、それを改善しようと思ったらお金がいっぱいかかりますよね。ワークマンのメインターゲットはそんなにお金をかけずにウェアで多機能を楽しみたい人向けだと思うので、いきなりこれじゃあ尻滑りません、プロテクターついてます、隙間風も対策します、2万円ですって言ったら、それだったらね、もうワークマンだったら売れないと思うんだよね。そこでコスト削減のどうしてもそこ削らないといけなかったっていうのは理解できるけれど、それで使いにくくなってるのは困るので、この Xシェルターの素材そのものを他社にライセンス販売して、そしてコミネとか串谷みたいなバイク専門でやってるウェアのところにこの Xシェルターを使ったバイク専門のバイクに特化したウェアを出してほしい。それだったらきっとね、2万円だろうと、それこそ串谷だったらね、もっと高い値段でも売れちゃうと思うんだよね。それぐらい可能性を感じる素材です。はい、ということで今回はね、Xシェルターすごいぞという紹介をしました。またこれからもね、いろいろと面白い商品見つけているので、紹介動画作っていこうと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。それから高評価、コメントもお待ちしております。次の動画でまた会いましょう。旅Qでした。